真面目でおとなしいあの人が心の中であなたを殺したいほど憎んでいたら、遡ることおよそ12年前の2011年4月15日、中国遼寧省。この日の夕方6時、インターネットカフェを訪れた一人の男が逮捕されました。一体どうしてあんたみたいな人が。警察がそう問いかけた男の名は周油新32歳。洗車場を併設した銭湯を営む経営者でした。周は決して裕福ではない家庭から商売を軌道に乗せた成功者。真面目で仕事熱心なその人柄と詳細を認められ、資産家の娘を妻にもらうなど順風満帆な人生を歩んでいたはずの男だったんです。しかし村の人からも勤勉で慕われていた周が逮捕されたのは、なんと従業員と妻子を含む10人を殺害したため。そして周は警察に向かい、その動機を次のように語ったんです。みんな、俺を見下したあいつらが悪いんです。自分を見下す身内を許せず10人を惨殺した男。真面目な人柄で成功をつかみ取った彼を殺人鬼に変えてしまった出来事とは。この男も乗り越えられなかった重圧、あなたなら耐えられますか？おそす多重影分身の術。ケンちゃんです。ケンちゃんです。分身ってことね。分身ってことだと思うんですけど。解説しないでもらっていいかしら。はい。というわけで皆さんどっちが本物のケンちゃんかね、わかんないと思うんですけど。違うでしょ、はい絶対、お前本物？ケンちゃんです。おっすおっす。本日ご紹介するのは中国で起こった連続殺人事件についてなんですけれども、たった数時間で10人もの方々がね、殺害されてしまったという非常に恐ろしい事件なんです。どういう状況で殺したわけ？もう人じゃないわよ、そんなの。それがですね、この事件の犯人、真面目にコツコツ仕事をしてきた経営者の男なんです。この男、なんと妻やね、息子を含めてもう10人をね、殺害したんですけども、近隣住民からね、やっぱり真面目だと思われてたんで、信じられないっていう声が続出したんです。一番怖い。勤勉な男。遡ること12年前の2011年4月15日、舞台は中国東北部に位置する遼寧省。この日インターネットカフェを訪れた一人の男が逮捕されました。男の名は周油新32歳。周はこの2日前、自身が経営する店舗内で妻子と従業員を含む10人を殺害、ワゴン車に乗って逃走し姿をくらませていたんです。そして20時間に及ぶ捜査の末、捕まったこの周という男の様子に警察は思わず眉を潜めていました。本当にこの男が10人も殺したというのか。そう、周は近隣住民からも仕事熱心だと知られていた経営者。取り調べの受け答えからも真面目でおとなしい性格が伺え、とても殺人を犯すような人物には見えなかったんです。しかしそんな取り調べの最中、涙で目を真っ赤にした周は確かにこう言いました。家族や従業員を殺したことは少しも後悔していません。でも一つだけ心残りがあります。それは一番殺したかったやつを殺せなかったことです。周が一番殺したかった人物とは一体誰なのか。その正体は真面目だった彼を表変させるきっかけを作った人物に他ならないんです。1979年、周は遼寧省の小さな農村で生を受けます。周の育った家庭環境は決して恵まれたものではありません。しかし実はその環境こそが彼の才能を開花させたとも言えるんです。おい、また母さんがいなくなった。探しに出てくるからお前はおとなしく待ってるんだぞ。そう言うと自宅を飛び出していった周の父親。周の母親は重度の精神疾患を患っており、どこかへふらふらといなくなってしまうことが頻繁にあったんです。しかしそんな母親のことは気にも留めず、部屋の隅で一人工作に勤しんでいた周。そう、彼は幼少期からものづくりに夢中になっていたんです。母親が問題を抱えていたために両親とのコミュニケーションが希薄で、一人遊びの機会が多くなった周の興味は人よりも物に向かっていたんです。周は経営者って言ってたけど、やっぱりその仕事内容っていうのはなんかそういうものをいじるのが好きを講じた仕事だったのかしら。そうなんです。周はその才能を生かしてこの後ちょっとした成功を手にするんです。一人遊びに没頭する日々の中で、周にはもう一つものづくりと同じぐらい夢中になったことが。それはビル・ゲイツをはじめとする偉人の伝記を読み漁ること。俺も将来はビル・ゲイツみたいな立派な経営者になりたい。偉人たちの逸話の数々を目にするうち、そんな野心を抱くようになった周。彼は電子工学の専門学校へ通い、自身の夢へ向け着実に歩みを進めていくんです。そして周に最初の転機が訪れたのは、専門学校の卒業後、近隣の町で開かれていた飲みの市でのこと。周さんありがとう。やっぱりあんたに任せとけば真
間違いないね。修理されたばかりの家電製品を片手に笑顔で礼を告げた男性。その視線の先ではシュウが男性に答えるようにして会釈をしていました。そう、シュウは専門学校を卒業後、飲みの市で電気機器のメンテナンスショップを出店。すると彼の機械修理は腕がいいと瞬く間に噂が広がり、一躍人気になっていくんです。こうして元手となる資金を手にしたシュウは実家の目の前の敷地に実店舗を構えることに。その後も業績は好調で、周囲から詳細を認められたシュウは地元でも有名な資産家の娘ヤンビンとの縁談に恵まれるんです。立派な旦那様と結ばれて鼻が高いわ。これからも頑張ってね、あなた。決して裕福ではない生い立ちから自身の力だけで成功を手にしたシュウ。しかし実はそうやって資産家の娘と結ばれたことがこの後の悲劇のきっかけとなってしまうんです。仕事も上り調子でね、いい縁談もあってても順風満帆以外の何者でもないじゃないの。何が起きちゃうわけこっから。自分の才能を見誤ったシュウはこの後ね、ビジネスにおけるある失敗をしてしまうんです。チャンスと失態。それはシュウが29歳を迎えた2008年のこと。率直に言いますと、ご自宅の立ち退きをお願いしたいんです。申し訳なさそうにしながらシュウやその父親に向かい事情を説明する役人。実は中国ではこの前年から北京とハルビンをつなぐ高速鉄道の開通計画が始動。シュウの実家もその範囲に含まれており、一家は立ち退きを余儀なくされるんです。慣れ親しんだこの土地を離れなきゃならないのか。残念そうに肩を落としたシュウの父親。しかし落胆する家族をよそにシュウは全く別のことを考えていました。これはまたとないビジネスチャンスが舞い込んできたぞ。何実家の立ち退きと週の仕事と何が関係あんのよ。立ち退きを依頼された側って、うんその際にあるものを手にしますよね。実家の立ち退きをシュウがビジネスチャンスだと捉えたのは、立ち退きに際して莫大な賠償金が支払われるため。彼はこの賠償金を新しい事業を始めるための元手にできると考えたんです。そしてすぐに新たな事業のビジョンを立てていたシュウは続けて妻ヤンビンの実家へと向かいます。新しく電気機器の修理工場を作りたいんです。必ず成功させてみせます。お父さんの所有されている土地の提供と資金援助をお願いできないでしょうか。そう、シュウの妻ヤンビンは地元でも有名な資産家の娘。シュウは実家の立ち退きの賠償金と岐阜からの援助で新しく工場を作ろうと考えたんです。そしてシュウの詳細を認め、娘を嫁がせた岐阜のこと。この頼みにも2つ返事で答え、シュウは岐阜が所有する広大な土地の提供と10万元の援助を取り付けることに成功。俺は全く何もないところから商売を繁盛させて店だって建てたんだ。今回も必ずうまくいく。より一層意気込んで見せるシュウの隣で、妻ヤンビンは頼もしい彼の言葉にふっと頬を緩ませていました。あなたなら絶対大丈夫。こうしてシュウは新たな事業に踏み込むことに。しかしシュウが作った工場はこの後数年で閉鎖することになるんです。まあね、ビジネスやってればもちろん失敗することもあるだろうけどさ、なんか意外な結末ではないんだろうけど、まだね、失敗するなんて思いもしなかったのに何があったんでしょうね。そもそもシュウがね、自分自身のことをね、どんな才能を持っていたのかっていうのが客観視できてれば、この失敗はね、防げたのかもしれないですけどね。くそ、今月もまた赤字。これじゃ従業員の給料が払えない。大きな工場を作るということは、それなりの数の従業員を雇うということ。しかしシュウはそもそも自身が身につけた確かな技術と顧客一人一人と向き合って仕事をしていく真面目な人柄で成功した人物。職人気質な彼は上に立って従業員をマネジメントする立場にあまり向いていなかったんです。工場の生産性は低く、常に赤字続きの状態。挙句は従業員の給料の支払いにも事欠くようになり、工場はついに閉鎖を余儀なくされます。そしてここで何より問題となったのが、シュウの事業に投資した岐阜のことでした。あんな無能に投資した私がバカだったよ。悪いことは言わない。みんなあのシュウってやつには関わらない方がいいぞ。そう、岐阜は事業に失敗したシュウを急に罵るようになり、親族全員にシュウの悪口を言って回るようになったんです。そりゃね、安くない額投資してるんだから悪口言いたくなる気持ちもわかるんだけど、親族全員にそんな言いふらして回らなくてもいいじゃない。ひどいっすよね。ひどいわよ。でもシュウがね、そんなに悪く言われてしまったのは、中国人がね、恩義を大事にする文化を持っているからだとも言われているんです。というわけで本日のメトラキーワード、中国の恩義の文化について。中国には古来より恩義に関することわざが多数存在しています。例えば、一滴の水のような恩にも湧き出る泉のような大きさで報いなさい。恩を受けて報いないことは近習に等しい。など、国民にもそうした恩義を尊重する考え方が自然と身についているんです。2020年2月、新型コロナウイルス蔓延に際し、北九州市が中国大連市に260枚のマスクを送付。すると翌月、北九州市で同じく感染症が広まり出した際、大連市から状況が落ち着いてきたのでお返しをしたいと、なんと20万枚のマスクが送られ
れてきたんです。柊の授業が失敗してしまったことは投資してくれた岐阜の恩義に背く行為。当事者の柊も岐阜の怒りは最もだと捉えていました。また頑張って結果を出せばお父さんも認めてくれるはずだ。ここから心機一転させた柊は洗車場を併設した銭湯を新たにオープン。岐阜から投資を受けた分を返すためにも必死の立て直しを試みるんです。しかしそう思い直したのもつかの間、この後柊を襲った悲劇が彼を殺人鬼に変貌させてしまうことに。柊はね、こういう苦境にもめげずにめちゃくちゃ復帰しようと盛り返そうと頑張ってるわけじゃない。そこにまた何か起こるってわけ？そうなんです。柊の義理の父親ね、親族中に悪口を言っていたんですけれども、そのことがきっかけで柊と家族含めた親族、この間にね、深い溝ができてしまったんです。耐えきれぬ侮辱。新たに店舗をオープンさせた柊はそこから一心不乱に仕事に打ち込みました。今度こそ事業を軌道に乗せなければならない。もう失敗はできないぞ。ただそうやってひたすら仕事に打ち込む日々の中でも柊には一つ気がかりなことが。ヤンビン、今度の休みは買い物にでも。その日柊は店を手伝いに来ていた妻ヤンビンに何気なく話しかけるんですが、その言葉を言いかけて止めてしまうんです。まるで柊が存在していないかのように返事をする気配すらない妻ヤンビン。実は岐阜が柊の悪口を言いふらすようになってから柊は親族全員に笑い物にされており、妻までもが冷たく接するようになっていたんです。さらにあなたと話してるの本当に楽しいわ。 SNS やチャットツールを介し誰とも知れぬ相手とたびたび楽しげに会話をしているヤンビン。夫である自分とは一言も話さず他人との会話に夢中になる妻ヤンビンに柊は胸が締め付けられる感覚を覚えていました。奥さんあんなさ、柊さんのことを応援してたのに完全に見下したような態度じゃない。まだ見下すだけで止まってたらね、マシだったんですけど、この後事態はね、さらに最悪な方向に行くんです。その日柊が何気なく耳にしたのは休憩室から漏れ聞こえてきた従業員の噂話。ああ、社長の奥さんがさ、うちの従業員と不倫してるらしいぞ。耳を疑うようなその言葉に思わずその場に凍りついてしまう柊。そうか、そういうことだったのか。妻ヤンビンの不倫は単なる噂で決定的証拠はどこにもありません。しかし彼女の柊に対する最近の態度やチャットツールを通じて頻繁に誰かと話をしているその姿から柊は従業員の噂話を信じてしまうんです。親族からいくら見下されようとも事業失敗の責任は全て自分にあると必死で邁進してきた柊。しかし献身的に支えてくれていた妻に不倫をされた事実を前に彼の我慢もついに限界を迎えようとしていました。そして迎えた2011年4月13日の夜、柊は妻ヤンビンと一人息子をハンマーで撲殺。そこから翌朝にかけ自身の父や従業員、家賃の徴収に訪れた家主など計10名を殺めていくんです。妻も従業員もみんな俺を出来損ないの社長だと見下しやがる。俺を見下した奴は全員殺す。ぶっ殺してやるんだ。そして妻より従業員より柊には一番殺したいと思っていた相手がいました。2011年4月14日の朝、まだ眠い目をこすりながら自宅の電話に歩み寄った男性はその受話器を取った。もしもし。お父さん、おはようございます。電話の主はそう、柊だった。そして自宅で受話器を取っているこの男性は柊の義父。普段から柊の悪口を言いふらしている義父に柊の方から連絡してくることは珍しく、義父は思わず眉間にシワを寄せた。柊の意図を計りかねている義父に対し彼は続けてこう言う。仕事のことで相談がありまして、ちょっと今から店に来てもらえませんか。そう口にした柊の右手には妻や息子を殺害したばかりのハンマーがしっかりと握られていた。柊から電話を受けた義父は結局彼の店には向かいませんでした。相談があると言われてお金のことだろうと考えた義父は取り合おうともしなかったんです。この後柊は車を飛ばし直接義父の家へ向かうんですが、留守のため犯行には及ばず、そしてこの頃最初の犯行からすでに数時間が経っていたため警察へ通報が入ることを危惧した柊は村から出て山岳地帯へと逃走するんです。事件があったあの日も柊さんがタバコを買いに来ていてね、いつもより高い銘柄を買っていったから珍しいと思ってたんだ。まさかあの時にはもう人を殺していたなんて。そう語ったのは柊の店の近くのタバコ屋の店主。その日も柊はいつも通り穏やかに礼を言い何事もなかったかのように去っていったといいます。柊が逮捕されたのはそれから20時間後の4月15日の午後。2日間一睡もしていなかった彼は休息を取ろうと街のネットカフェを訪れたところを警察に取り押さえられることになったんです。柊がやっぱ一番殺したかった相手って義理のお父さんだったのね、これ。でもねえ、義理のお父さんこんな悪口言いふらすようなことしなければ柊がこんな見下されるようなこともなかったんじゃないかしらって、確かに思うけどね。自分でさ、お店とか成功させたこともあるぐらい胆力がある人じゃないですか。なんかそういう力っていうのをね、何クソっ
っていうところでね、逆境で踏ん張ってもっといい方向に進めばよかったなってこう思いますよね。こういう話聞くとさ、なんかある程度努力できる人じゃないですか。思うけど、そういうなんか力ある人がマイナスな方向にテンション振り切ったら、なんか逆に大変になっちゃうんだろうなとも思いますよね。本当に。事件から8ヶ月後の2011年12月6日、10人の命を奪った州に下された判決は死刑。その判決が言い渡されるその中でも、州は涙で真っ赤に晴らしたその目で傍聴席の義父をじっと睨みつけていたといいます。